貴様らご機嫌うるわしゅうかですよ。今日はね、あまりこうした話題を出すのは良くないと思ってたんですけど、改めて言っておかなければなということがあるのでお話ししますね。届きうかは活動初期はバーチャル美少年を名乗らせていただいていました。しかし最近はよそで自己紹介をするときはバーチャルドールを名乗らせていただいています。その件について何度かお問い合わせがあったので、改めて理由等をお話しさせていただければと思います。僕は以前から再三お話しさせていただいている通り、YouTube やボカロなどの若者の文化に全く詳しくありませんでした。バーチャル YouTuber になってからヒカキンさんの存在を知ったくらいです。そのためデビューしてから様々なことを調べました。その中で、YouTuber とは痩せているとか太っているとか、元漫画家とか現役声優とか、自分の生まれ持っての特徴や職業などのパーソナリティを前面に押し出したトークで人気を得る文化があるんだと気づきました。だからこそ皆さん僕の性別についていろいろと様々な解釈をコメントで語るんだなと気づかされました。この言葉を使うのはすごく嫌なんですけれども、おそらく皆さん僕をお姉系の YouTuber みたいに性別やセクシュアルなことについて情報発信してくれる人みたいな認識を持たれているんだなと気づいたとき、僕すごく驚いてしまって、ちなみに、少年という言葉は男児を彷彿とさせるんですけれども、言葉の意味的には、大人でない男性や女性という、意味があります。ですが皆さんはやはり言葉の印象から男児と考えてしまうので、届きゆかの外見や話し方から見受けられる特徴、つまり美少年であるのに僕の地声や自然に出る所作が可愛らしいので、そういったことに納得がいかない方が多かったんですよね。急に自分のこと可愛いとか言い出すなんて感じなんですけれども、だから、僕が伝えたいメッセージを動画にしてもコメント欄で全く本題でない僕の性別のことで喧嘩が起きるのが本当に心苦しいというか、心苦しかったんですね。YouTube って見る人も撮る人も白か黒かはっきりさせたがる人がすごく多いなと思います。自分の特徴を強調して〇〇系 YouTuber と銘打つ文化があるから、分かりやすくて単純な構造を好む人が多いんだなと思います。だから皆さんはおじさんを美少女として扱うことには慣れていても、男性や女性やトランスジェンダーに当てはまらない人をその人そのものとして扱うということはちょっと苦手なんだなと思います。これに関してはね、届きもよく間違えるのでわかります。バーチャルには本当にいろんな人がいるので、何気なく使った会話デッキがその人を傷つけてしまったというのをここ数年で何回もやってしまいました。でもみんなが我慢する世界より、みんながそれ嫌だからやめてって言える世界がいいよなと僕も思います。僕はそういう会話デッキのやらかしがあったらすぐに謝るか、その場では謝れなくても後で DM するみたいなことを心がけているので、もし嫌な気持ちになられたお知り合いの方がいたらご一報ください。もっとあなたに詳しくなっていい友人になれたらいいなと僕も思います。改めて宣言しておくと、僕は僕の性別について何か特異性を語ったり、性思考について公の場で何かを語りたくはありません。なぜなら、僕の性別や僕の体の特徴が世間一般の男性、女性に当てはまっていないのは僕にとって当たり前のことなので、それは他人に何を発信しても何を言われても変わらないからです。だからこそ YouTube という自分のパーソナリティを切り売りすることが求められる場所では、届きゆかの性別というパーソナリティを標榜するべきではないなと考えて、ここ1年はバーチャルドールを名乗らせていただいています。活動初期はね、肌を見せることが恥ずかしかったので 3D モデルもタイツと手袋を着てドールであることを隠していたんですけど、いくらか表舞台に立つことにも慣れてきたので、素手や球体関節の体を公表しました。僕の体の構造は皆さんと大きく違うけれど、それでも皆さんと同じように生きているし人権があります。生きてるから変わることも間違えてしまうこともあるし、日々学んでいけることもあります。それはとても幸福なことだと、自分では思っています。もちろん届きゆかにいわゆる、ジェンダー問題への VTuber のジャンヌダルクになってほしいおじさんとはお仕事をしていてたくさん出会いました。僕自身お仕事の相談にはなるべく真摯に答えたいと思っています。
でもこういう問題って口で何か言ったり誰かと討論をしても互いに傷つき合って終わるだけで何も変わらない部分が多いなと感じていて、もちろん今僕がこうやって平和に生きていられるのは今まで戦ってきてくれた人たちの恩恵でもあるし、今戦っている人たちには最大限のリスペクトを示したいんですけれども、僕が同じようにできるかなと言われたらきっと傷つき合って終わるだけになるなとも感じています。だから僕ができることは僕がのびのびと生きてのさばること、何よりもそれが一番だと思っていて、だからこそ今は届きがのびのびと生きることでそうした需要に応えていけたらいいなと思っています。もちろん届きゆかは自我のないキャラクターではなく生きた人間なので、今後手術や心変わりによっていろいろと変わるかもしれません。でもそれは当たり前のことなので特に何か重要なことにはしないと思います。皆さんもね、他人に対して男が良かったなとか女が良かったなとツイートすることやコメントすること、オープンなアカウントで言っていいことなのか、これをね、いい機会だと思って一度考えてみてほしいなと思います。僕はね、僕と同じような人が幸せに暮らせる世界を心より願っているのでよろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう、届きゆかでした。